こんにちは、豆です。少し前に投稿したデスク紹介のノート記事が好評で、動画でも見たいですとの声をたくさんいただきました。ありがとうございます。というわけで早速デスク周りを紹介したいと思います。まずはこちら MacBook Pro 16インチメイン機として使っています。エスケープキーが復活したので iMac を売却して購入しました。以前は iMac プラスディスプレイでデュアルにしていたんですが、どうしても机の面積が占有されてしまうのが嫌で、思い切ってシングルにしましたが、思いのほか不便はありません。どうしてもデュアルにしたいときは iPad のサイドカーを使えば OK。続いてこちら iPad Pro ですね。でかくて綺麗な画面こそ iPad の魅力だと思うので 12.9 インチ。絵を描いたり読書用として使っています。作業用というよりかは完全に娯楽デバイスになっています。12.9 インチはほぼ雑誌サイズ、Kindle Unlimited を最高に使うこなすことができます。Apple Pencil、これのおかげで机から紙がなくなりました。AirPad というワイヤレス充電パッド。AirPower が開発中止になってすぐに購入しました。同じような製品にスライスチャージャーというものがありますが、あちらは接地面が布製で汚れやすいのでこちらを購入しました。IKEA で購入した有孔ボードです。このように穴がたくさん開いているので、好きなアクセサリーを好きな場所に設置することができます。カスタマイズ性が高いです。Apple Watch のバンドをこのように置いてみたり、ヘッドホンを引っ掛けておくことだってできます。これ結構お気に入りのヘッドホン。ジャブラのヘッドホンです。音質が良くてデザインもすごくいいです。この色に一目惚れして購入しました。こちらは Kindle Paperwhite。Kindle はいくつか種類がありますが、こちらは小竹梅でいうところの滝の位置づけ。解像度は上位機種と同じですので、正直もうこれで十分です。こちらは愛用しているメガネ。BJ クラシックコレクションを使っています。艶のあるべっ甲柄がなんとも品が良くてすごくお気に入り。ちなみに有孔ボード、どのように設置しているかというと、机に挟み込んでいます。横から見ると分かりやすいですが、下側からこのネジを回して、上側とで挟み込んで固定しています。続いて、デスクライトですね。ザ・ミニマリストと言わんばかりの形をしています。スイッチは見えないように裏側に隠してあります。つけてみるとこのような感じ。普段多用するものではないんですけれども、送られてくる書類への記入があった時に使ったりしています。こちらは Amazon Echo Dot。おはようおやすみで複数の家電が一斉に動く。便利です。収納ボックスは無印のもの。無駄のないデザイン。結構たくさん入るんです。リップクリーム、クリップ、アクセサリーなどを入れています。そしてこちら NFC タグといってシールより薄いんですけれども、ここに iPhone をタッチすればあらゆるアクションを実行することができちゃいます。このようにエアコンがオンになりました。右側はエアコンオンを設定していて、左側はテレビにエアプレイを飛ばすようにしています。何より薄いのが魅力的なのと、この机、側面が入り込んでいるので、立った時に全く見えなくなるのも気に入っています。続いてご紹介するのは、こちらのティッシュボックス。机にくっつけちゃいました。ティッシュは必要だけど机の上に置くと意外と邪魔。
100円ショップで購入したマジックテープで貼り付けて机と固定しています。くっつけるので軽いティッシュボックスを探していたんですが、無印のティッシュボックスがベストマッチでした。ちなみに中に入れるティッシュはボックスタイプではなくて、ナイロンのソフトバッグタイプにすればティッシュをスムーズに取り出すことができます。コード類は机から吊り下げてまとめています。こちらのケーブルトレイに電源タップを乗せて、机の上のデバイス類はすべてここから電源を取っています。これも机に挟み込んで吊り下げて固定しています。ケーブル自体はワンタッチベルトという結束バンドよりも利便性の高いマジックテープで固定しています。電源タップ自体の元電源は壁から取っていますが、これも見えないように机の側面をなぞるように合わせています。コードクリップを使ってケーブルは固定しています。クリップの色透明なのであんまり目立たないというのもポイントですね。天板に貼る場合は剥がれやすいのでクリップは多めにつけています。このようにしておくとリビングからデスクを見たときにケーブルが一切見えないのですっきりした印象を受けます。最後にご紹介するのはデスクチェアです。色は白を選びました。よく長時間座っても疲れないと謳う製品がありますが、実際は疲れるものが大半だったりします。この椅子は本当に疲れません。高さを変えられるのはもちろん、座面を前後に調整することもできます。座った人の体重や体の動きに合わせて背もたれのテンションの強弱が自動で調節されます。生地は布製です。高密度なフォームが使われているので、長く座っても座り心地が変わらないのが素晴らしいです。またキャスターはゴム製になっていて床を傷つけることはありません。感圧式ロック機構なので、立ち上がると椅子は力をぐっと入れないと動かなくて安全です。以上、一通りの紹介が終わりました。今回紹介した商品はすべて概要欄にリンクを貼っていますので、気になった方はチェックしてみてください。また質問や気になることがあれば、この動画のコメント欄や Twitter で気軽に聞いてくれればと思います。このチャンネル、普段は iPhone の便利を紹介したり、ガジェットレビューも今後は予定していますので、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。